配信中。あ、こんにちは。こんにちは。バドミントンの40代シニアです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。グアムから帰ってきた、の配信になります。早速、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。まず今週のハイライトということで、今週、まずは、チャンネル登録者さん、19人の方、新たにチャンネル登録していただきました。ありがとうございます。はい。このチャンネルを通して、バドミントン頑張っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。で、自分も、コメントとか、いいねとかをいただくことを通して、モチベーションになり、一生懸命また頑張ることができます。チャンネル登録していただいたことに対して、お互いがウィンウィンな関係になるように、これからも自分も登録を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はお疲れ様でした。国広さん、ありがとうございました。今日ですね、ちょっとまだ余談なんですけど、今日まで夏休みもらってて、グアムから帰ってきて、で今日久しぶりにバドミントンの仕事をする前の職場、仕事の方、ちょっとお邪魔して手伝いさせてもらってたんです。でその仕事は配達の仕事で、某家具の大手メーカーの家具の配達をするっていう仕事で、その先輩と今日は一緒にずっと午前中回っていきながら、家具の配達しながら、設置しながら、いろいろ語ることが語らせていただいたって感じです。だからね、普段のね、バドミントンの場とはまたちょっと違って、社内で2人だからこそなんか話すことができるちょっと深い話だったり濃い話だったりとか、バドミントンの中でなかなか体育館の中でなかなかできないよねっていう人生的な話とかもできるのがすごい楽しくって、なんか自分にとっては今はもう息抜きの場としてもあれば、先輩からの学びの場としてもあるような感じで、すごいありがたい自分の土台、仕事としての土台の場になってます。で、今日はラーメンをごちそうになりまして、ありがとうございました。ラーメンリュウリュウ、北九州市小倉北区南ヶ丘にあります。ラーメンリュウリュウ、めっちゃおすすめです。一回行ってみてください。絶対美味しかったです。これ概要欄にあれだったら後でリンク貼っておきます。ぜひ行ってみてください。お願いします。はい。で、話をちょっと戻していくんですけど、そんな感じで今日も、酒と一緒にトークしていけたらということで、本日はですね、ツナカンさんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。火曜日自分がいない時にも、すみません、練習行っていただいてありがとうございました。自分も辻健プロデュース、辻健アカデミーの生徒さん見たかったので、またぜひ次回一緒に来て、一緒にプレーできたらと思っています。よろしくお願いします。はい。で、今日のお酒なんですけど、これいただいたやつです。見えるかな？光ってますよね。こちらです。鹿児島のお酒です。チャンネル登録者さんに会いに行くっていう企画をこの夏休みの間にやっていって、で鹿児島に行ってきて、鹿児島で一緒にプレーしました。でそのお土産です。よかったら飲んでくださいということでいただいたのが、さつまいも焼酎の加蜜ってやつです。ちょっと芋の風味がすごい高くて美味しいやつです。でそしてつまみには今日の配達の時に先輩からいただいたこの、青唐辛子漬け、見えないをつまみに今飲んでる感じになります。砂川さん、こちらこそよろしくお願いします。来週連れてきたら行きます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひ一緒にプレイしましょう。楽しみにしてます。はい、ということで、乾杯していきましょう。ということで、木曜日1週間の中日になります。これから週末にかけて、練習があったり、まだ、バドミントン大会があったりする方もいると思いますが、一旦週の中日、お疲れ様ということで、行きましょう。乾杯。
味しいですね。なかなか味が濃いさつまいもの焼酎。美味しいです。ありがとうございます。ということで、今日からですね、ちょっとこういうやつ作ってみたんですよ。じゃ今日の内容です。見えない。見えない。あ、見えないんだ。あ、見えないんだ。これ逆になってるのかな、これ。字が。逆になってたらすいません。今日の内容こんな感じです。1個目、グアムでのご報告はいけん。2つ目、お土産です。お土産発表します。で、3つ目が今週の動画に関してになります。ここに置いとこうかな。見えない。逆に見えない。ここに置いとこう。いけない。ここに置いときます。まあ、それとなく見ていただけたらいいのかな。見えてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。それとなく、ここに、こっちかなこっち側にですね。こっち側に今日の内容、ちっちゃいから、見えてるかな。見えてたらいいと思うんですけど、まあ、置いとくので、来た方は、こんな感じで喋ってんだなって思って、確認してください。はい。ということで、ちょっと酒飲みながらのトークなんですけど、ちょっと思い出しながら行きたいので、今日もノートを使います。バドミントンノートっていうか、日常生活ノートです。これ先週分のノートになります。はい、グアム行ってきました。まずグアムのバドミントン大会で、おかげさまで、優勝することができました。ありがとうございました。海外2大会優勝ということで、なんとかかんとか無事に終わることができました。おかげさまです。ありがとうございます。はい。1週間前ですね、ちょうど。1週間前、明日から出発しますよとか言って。で、出発していって、日にちがいくつだ ?9 月の8日に出発していって、夕方に向こうに到着して、で、6時半から9時まで日本人の方が主催するグアムのバドミントンクラブがあって、で、到着したその日はもうそこにお邪魔していって、ダブルスの試合ばっかりだったんですよ。ダブルスの試合をずっとさせてもらって、その現地の日本の方々との交流と、で、日本の方以外ももちろんいるので、日本の方以外の方々との一緒に練習していったって感じでした。で、その時に男子のダブルス一緒に組む予定になってたフィリピン人じゃないな、フィリピン系のグアムに住んでる人と一緒に組むことができて、めっちゃノリよくバドミントンできたっていうところでしたね。グアムのバドミントンのレベルが、なんかそこのクラブだけ見たらすごいレベルが高くって、その日だけでもすごいいい練習が本当できた感じでした。それまで最近のなんかダブルスの練習とかシングルスの練習ちょっと落ち込んでたところもあったんですけど、なんかね、やっぱ海外のノリっていいんですよね。何なんだろうな、何なんですかね、海外のバドミントンのノリって、海外って枠にはめちゃいけないのかもしれないけど、今まで行った中では大体軒並み、いい感じでバドミントンできてるのは、やっぱそのノリがちょっと違うんですよね、海外の人たち皆さん。そういうところがマッチして、金曜日、すごいいい練習をさせてもらいました。で、土曜日の12時から大会が始まるってことだったので、泊まって12時、次の日の土曜日の12時に体育館に向かって体育館に行って、そこからその日は男子のシングルスの、予選リーグと男子のダブルスの予選リーグの途中までを試合していったっていう感じになります。そこでなんですよね。結構ね、グアムの人たちの全体的なレベルで言うと、そんなに高くはないといえば高くはなかったんですけど、上の人たちはやっぱ強かったっていう印象ですね。なので、予選リーグを2試合していっても、その時は予選リーグの試合はそこまで負荷もなく、なんとかやっていけたかなって感じです。それよりも何よりも、
グアムのバドミントン大会があった体育館がすごすぎるな、あれは。体育館がすごすぎて、なかなかこっちでは味わえない体育館だったところが、やりにくくて勉強になったっていうところですね。で、どういうとこかっていうと、グアムバドミントンセンターっていう名前の体育館で、今回大会があったんですけど、とはいえ、バドミントンセンターって名前はついてるけども、行った先は倉庫を改装した体育館。で、大きい倉庫を改装した体育館だから、そこそこコート数は取れてるんですね。5面、1、2、3、4、5、5面はあったんです。5面プラス、なんかしないボルタリングするスペースがあって、ボルタリングをしに来てる人たちがいるスペースが1個あっての、おおむね6面ぐらい取れるかなっていう広さの体育館で、だけど、天井高が全然ない体育館なんですよね。だいたい小学校の体育館で言ったら、3階建てから4階までいかないかな、3階建て半ぐらいの想定の高さになってるんですけど、そのグアムのそこの体育館って、倉庫改装した体育館が、2階建てちょいぐらいのところ、プラス梁が出てるから、こう大きな箱があって2階建てちょいぐらいの箱があるプラス、そこに梁がこう出てるから、実質2階建て弱ぐらいの天井高しかない場所もあったりするってところで、そうなってきたら自分がやっぱシングルスでいつもやって高いロングサーブが使えないっていうのと、ヘアピンで押された時に高いロブを打って守れないっていう場面になってくるんですよね。それがすごいきつくて、何回も天井にパンって当たっちゃうっていうところがですね、慣れないところだったですね。こういうのとかもやっぱ経験なんですよね。やっぱりプレーの引き出しをね、広げとかなきゃいけない。広げる必要があるなっていうのは今回言って思ったところ。やっぱりいろんな体育館のコート条件があって、いろんな体育館があって、風の向きだったりもするだろうし、照明がとかっていう中で、もちろん対戦相手もそうですよね。そんな中でいかにこう柔軟に自分が考えてプレーを発揮していけるかっていうところが一つのね、大切なことなんだなって思いました、本当に。すごかったですね。で、しかも見にくいんですよね。なんだろう、倉庫だから、その換気が全然良くないんですよね。換気が良くないから、倉庫の扉バッて開けたら、もう綺麗にこっからここまで全部開いてますみたいな状態になってるので、光も入ってくるし、で、なんかわかんないけど、建物がこうあったら、この辺とかになんかしない、開閉できない窓があったりとかもするし、で、天井は天井で断熱材が入ってるかどうかわかんないから、日差しが来たらもろ暑いっていう感じで、めっちゃくちゃ暑かったんですよね。もう汗かきまくるっていう、もう低温サウナにずっといるような状態の、そんな体育館の中での試合です。だから、今回、前回のアジア太平洋マスターズで優勝して、で、ハワイでも優勝、ハワイじゃない、グアムでも優勝して、2大会連続してるから、案外海外の試合って楽なのとかってか、見たりはすると思うんですけど、案外、蓋を開けていくと、対戦相手自体は楽じゃない、楽な場面も確かにあるけど、いろんな要因とかを考えると、楽じゃないし、簡単じゃないなっていう、そんな試合をずっと送ってきました。で、自分のプレー運のは動画で見ていただけたら、それも伝わるところと思うんですけど、大会の運営自体もまだね、ちょっと特殊すぎて、いい意味もあれば、ちょっとこれはちょっと厳しいなっていうところもあったんですよね。で、いい意味っていう面で言うと、レベルが高い人の試合とかに対しては、他の試合をストップしてみんなで見ようっていう、そんな感じだったんですよ。なんで、自分が今回動画で出していくのは、そのシングルスの決勝の試合と、もう一個は
グアムのナンバーワンプレイヤーとやったっていう試合と、この2つを動画で出しているんですけど、その時、決勝戦の時を、グアムのナンバー2の人かな、ナンバー2の人と試合して、その時はもう他のコートを試合しないで、その周りをギャラリーで囲んで試合を観戦するだけっていう、そんな流れになっちゃって。で、それはそれと置いといて、グアムのナンバーワンの人とエキシビジョンマッチ的な感じで試合もしたんですよ。で、その時も他の試合全部ストップして、なんか綺麗にこうみんなでこう見れるようなスペースがみんなで試合したり、見てたりしてもらってて、でそのこう見られてる、ギャラリーから見られてる感はすごいね、面白かったんですよ。なんかまあ、この間の前の国際大会の時も少し言ってたんですけど、ストリートファイター感があるんですよ。そのストリートファイター2やったことある人ならこう伝わるかなと思うんですけど、地下プロレスとか、なんか地下格闘技じゃない、そんなノリですよね。こうなんか周りにギャラリーがいて、わー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 こうやって、わーって言ってて、でその中でこうリンクがあって、そこでこう匿名してるみたいな、試合してるみたいな、そういうこうノリなんですよね、ローカルの海外の試合って。で、そんなのをこうダイレクトに味わえたから、この2試合だけはすごいこう、なんてみんなストリートファイターやってんなっていう感じがあって楽しかった感じです。で、そんなんが味わえたのはすげえ良かったんですよ。めちゃくちゃ良かった、今回のグアム。で、反面、その試合の進行がめちゃくちゃ遅いんですよね。そんなことをするからめちゃくちゃ遅いんですよ。で、12時から、自分が土曜日1日目の日、12時に到着して、で、シングルスの試合、ダブルスの試合、まあ、やっていて、そんな申し込み数ないから、ちょっと話は申し訳ない。12時から始まって、タイムテーブルでは、最終が夜の9時だったんですよ。夜の9時。ほんまかいなって感じですね。だけど、この申し込み数、参加数、組み合わせを見たときの参加数を見たときに、いや、そこまでこんなならないから、きっと前倒しに詰めていって、まあ早めに終わるだろうって思ってたら、最終タイムテーブル9時どころか9時半とかになってきて、で、12時開始、一番最後終わった試合は夜の10時やったんですよね。勘弁してくれって感じ。夜の10時に終わって、まあそれでも日本時間と誤差1時間あるから、日本で言ったら夜の9時ですよ。まあでも終わって、で、帰って、ホテル帰って10時半前とかになって、そこからご飯食べに行って、ああだこうだしていったら、夜の、ね、寝るの2時とかなんかなるんですよね。そういうこう自分のこう注目すべき試合とかで止めたりとかもそうだし、全体的にこう飽きコート飽きまくってる状況をあまりこう向こうの人たちはこうせかせかする、向こうの人たちっていうか向こうのその運営の人たちですよね。他の人たちはもしかしたらこうちゃんと考えてるかもしれないけど、向こうの運営サイドの人たちはそんなサク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 入れる感じじゃなかったので試合を。だからなんか申し込み数、参加者数に対しての試合の時間はめっちゃくちゃ長くて、10時間体育館の中に、しかも冷房が効いてない体育館で、その工場の倉庫みたいなところの体育館だから、暑すぎて暑すぎて、もう汗もかきまくって、そんなね、きつい1日目なんですよね。もちろん、その体育館が外にも出れることできないから、一日中体育館ですよ。もちろんその午前中も大会の会場行く前は何してたかっていうと、その大会の準備であったりとか、なんかこう買い出しをしてみたりとか、洗濯物をしてみたりとか、なんかそんなんもこまごまあったもんで、ほとんど何もこう身動き取れてない状態でバドミントンだけで1日目終わった。で、2日目になっていって、2日目がタイムテーブル11時スタートだ、11時半かな、11時半スタートだったから、大会主催の中国系の方が、じゃあ10時半ぐらいに迎えに行ってあげますんで、とか言って遅れて、ありがたいな。
で、10時半、10時40分ぐらいに迎えに行って、11時前に到着して、で、11時前到着していって、試合時間11時半からスタートだったんですよ。その予選リーグの3試合目。来るなとかって思ったら、その予選リーグの3試合目が、なんか、対戦相手が来なくて危険になっちゃってて、それでも決勝進出、シングルス決勝進出が決まった感じだったんですよ。で、この日も、この日は、本当は、ちょっと話がすいません、前後して。2日目は、当初の大会の要項を見たら、1日目でほとんどの試合が終わって、で、2日目は、なんかバドミントンのイベントしますとか、2時間ぐらいイベントするので、9時から11時で終わります。でもなんかもしかしたら試合が入るかもしれませんみたいなことを大会の要項に書いてたので、これは2日目、昼から観光できるなと。2日目はせっかくグアムに行ってるから、海に潜るか、せっかく来たからやっぱシュノーケリングぐらいして帰るかって思って、一応なんかそれらしい用意をして行ってたんですよ。で、そしたら1日目行ったら、2日目のスケジュールはえらいタイトに入ってんだとかってなって。で、気がついていくと、そのタイムテーブル上では2日目は5時になってたんです。で、5時かな、6時かな、7時か、5時、6時、でも夕方ぐらいになって、多分前倒しになったら終わるだろうとかって、それも読んでて。で、今回お世話になったグアムに在住している日本の方々が、じゃあ終わったら土井さんせっかく来てもらってるから、みんなで日本の方々とみんなで一緒に打ち上げして終わりましょうとか言って、そうですねとか言ってたんですよ。じゃあどこに行きましょうかしたら、土井さん韓国語できるなら、グアムの韓国人街に行きましょうって言って、グアムの韓国人街で焼肉で打ち上げだとかって言ってたんですよ。でもそれも全然ありだなと思って、別にグアム行ってなんかグアムの料理食わなくてもそういうのも楽しいと思って、で考えてやってたら試合が全然終わらなくて、これも本当に全く終わんなくって、なんか飽きまくってんのに、なんで入んないんだろうねって日本人同士でなんかそういう話してたんですけど、おかしいですよね、もう全然飽きまくってるのなんで入んないんだろうね、入れないんだろうねとか言って、でこっちからこう催促していって、なんか少しずつこう早くなっていって、で、終わった時間が8時半、夜の8時半ですね。朝8時半から行ってる日本の人もいたんですよ。朝8時半から日本の人が行ってて、試合がそんな別にコンスタントに入ってるわけじゃないのに、終わった時間は夜の8時半でした。本当このぐらいのこうなんかもう苦笑、なんか苦笑いですね。しながら終わったって感じで。で、じゃあ打ち上げどうしようかって言ったら、役はますね。夜の9時以降は空いてる店ほとんどないんですよとか言って、で、焼肉も空いてない。なんかこういう店は、つって、なんだかんだで行ったのは、1日目にこう飲みに連れてってもらった韓国系の方がやってるチキン屋さんとか、こっちでも日本でもよくあるチキンの店に行って、でそこだったら夜遅くまでまだ空いてるから、12時ぐらいか11時まで空いてるからって、日曜日も終わってそこで打ち上げをして、楽しく飲んで終わったっていう。全然自分のバドミントンと関係ないんですけど、試合の流れっていうんですかね、その2日間のその運営に関わる大変さをちょっと今伝えてるところですね。なんでそのコート条件がすごい良くなかったっていうところが1個あって、その中で、苦労しましたよっていう話と、もう1個プラスは大会の進行がめちゃくちゃ遅すぎて待ち時間がありすぎるから、もうめっちゃ持て余したっていう、そんなグアムの2日間でしたと。だからグアム行ったらなんか観光してなんかわーって楽しんだでしょうと思うんですけど、金曜日の夕方について夕方から夜まで練習して、で土曜日は午前中は何かよもやまいろいろこうなんか家事じゃないけどこうやって、昼から夜夜10時まで試合があって、帰ってご飯食べて終わってで日曜日2日目3日目も11時半から試合だったから10時40分に迎えに来てもらって、でそれまでは本当それこそもう洗濯してとか朝飯食べて準備してとかやって、でそこから夜の8時半まで
体育館にいて、でそして終わってチキン屋さんで軽く軽くでもなかったかなあれ、軽く打ち上げさせてもらって、3日目終了、試合終わって終了。その次の日12時の飛行機で帰らなきゃいけないから9時半に日本の現地の郷さんって日本人の予選あった方に迎えに来てもらって、15分ぐらいかな、海に行って海を見させてもらって、で空港に行ってっていう、本当に何も本当に観光らしいっていうか、一般的な観光らしい観光はしてないっていう、グアムでの滞在期になりますと。こんなのはなかなか動画で出せないんですよね。動画でやっぱバドミントン系の動画ばっかり出したいから、こういうなんか一連のこの流れっていうのは出すとあんまり良くない。なんか再生数、あんま人気もないだろうなと思って出すんだけど、実情はそんな感じです。でも今見ていただいている方々にはちょっとね、伝えたいのは、バドミントンラケットを持っていった方がよりその現地のことを知れたりもする、本当いい意味で観光することができる、深いところでの観光することができるので、本当におすすめです。多分本当にバドミントンなしで観光だけで行きましたってなったら、海に入って買い物に行って、なんかちょっと観光地に行って、イエーイって終わる。だから観光客が観光客を見てとか、観光客が観光地を見て終わるだけだけど、ラケット持ってると、観光客がいないところにどんどん行ける楽しさと、現地の人と知り合うことができる楽しさとあって、でそこにやっぱ学びが多いですよね。本当に学びが多い。もちろんそのリゾート地だからこそリゾートのところ場所に行くのももちろんいいし、俺もそれはもちろんそういうところも行きたかったけども、それ以上に学ぶべきものたくさんありましたね。グアムっていうのはこんな感じなんこういう感じの人たちが住んでるんだなとか、バドミントンはこんな感じだけれども、実際私生活こうだな。で食べてるものとかもあんまりリゾート的なもの全然食べてなくてローカル色の強いものばっかり食べてたところにもなるので、実際こういう感じの食事なのか。で現地に住んでる日本人の方からはやっぱり現地がこういう感じの生活でしてんだよとかっていうリアルな声も聞けたりするのもすごい楽しかったところになりますね。なんか日本人の人たちから今回何人5、6人の日本の人たちと仲良くさせてもらって話させてもらったんですけど、それぞれですよね。本当グアムに移住した人もいれば、旦那さんの転勤にグアムに行った人もいれば、自分が自ら永住権取りたいからって言ってグアムで今働いてる人で、日本人学校で働いてる先生とかいたりして、それぞれのその立場からの海外の目線を話聞くこともすごい楽しかったし、今回日本人じゃなくて大会主催した中国系の男性がいるんですね。ルイっていう男性がいるんですけど、彼と翻訳サイト、Google 翻訳を見ながらとか、片言の英語とかでやり取りさせてもらった中で、自分が日本でコーチ業をしていることと、海外でコーチ業をしている人とかの考え方とか、お金のこととかっていうのを知ることができたんですよね。これはね、結構ね、レアと思うんですよ。なかなかの情報が出てないと思う。で今回のルイっていう中国系の彼と結構LINE でやり取りしながら参加の方向に立ったんですけど、で彼はグアムっていう人口16万人ぐらいだったな。でいない地域にもかかわらず、そこでそのグアムバドミントンセンターっていうのを作って、でグアムでバドミントンを広げていって、でそこのレッスンの収入とかで、グアムバドミントンフェデレーションか、グアムのバドミントン協会みたいなやつを作って、そこから政府からも若干支援してもらいながら、どんどんグアムから世界に広げていこうっていうバドミントン、そういう事業をしてる彼なんですよ。言ってみたら多分自分のやってることの結構お金が絡むバンス、お金の規模が大きいバージョンをしてるんですよ。で、その彼が今の体育館をさらに新しい体育館をグアムに建ててるんだよと言って、それも倉庫を結局
潰れた倉庫を回収してっていうところになるんですけど、それはもうバドミントンコート8面分のバドミントンコートと、なんかバレーの施設と、なんかの施設と、なんか4つぐらいのこのでっかい施設を今、銀行から融資をしてもらいながら、来年には建てて、そこでそのスポーツの総合施設を作ってとかっていうのをやってる彼との話、いろいろこう聞いていったんですね。そしたらこう、日本のはやっぱバドミントンのコーチ業のなんていう価値かながやっぱ他の国に比べるとやっぱ低いっていうか、実際こう彼はそのアメリカにも留学に行ってたりとか仕事で行ってたりとかで、中国はこうでグアムではこんな感じでお金をコーチの人たちはお金稼いでたりとか、うちはこういう感じでコーチに給料払ってますよとかっていう額が、自分もバドミントンの仕事にしてるけど、でその仕事にしてる給料より多分倍以上の値段がもらえてるよみたいな感じだったんですよね。なんかいろいろ話聞いていくと、それは確かすげえなとかって、なんか海外に出たらそういうこうコーチ業でもっと稼げるっていう選択肢もあるんだなとかっていうのは今回なんかね、学んだ考えさせられたところで、別にお金をめちゃくちゃ稼ぎたいから海外に行きたいとかって思いがなくて、でもそれでも海外に出て、なんか新しい場所でバドミントンを持ってる、もともとはもう持ってる思いなんですけど、なるほどな、そういう道もあるんだなっていうのは勉強になったところですね。でも、クオリティからするとうちは負けてないなっていうのがあって、お金はいくらうちはこうスモールビジネス、スモールマネーじゃないけど、小さいお金の規模で、NPO 法人運営したりもしてるけど、じゃあだからといって、じゃあ、ルイのところがお金めちゃくちゃ稼いでるから、それなりにそういうこと、それ以上にそういうことしてるかって言ったら、いや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 、俺らはこれから負けてねえよって思うところもやっぱりあったもんで、だから案外こう、日本で今やってることをそっくりそのまま輸出していけたら、自分もこう海外でなんか生活していけたりする糧にはなるのかなって思ったりした、今回のちょっとグアムのプレイヤーじゃないですね。自分のこうコーチ業の方の仕事の面で考えたところでの、新しいこうなんか見方になりましたね。海外に移住して、自分語学力がちょっと全然足りないんで、語学力が伴えば、今のスタイルを、今運営の仕方とかですかね、を向こうに、グアム以外でもいい、他の国で持っていったときには、案外マッチングするところがあるんじゃないのかなとか思って、ちょっとこう、海外に向けての活動は少しこう、一歩前進というか、新しい考え方を得るところができたかなっていうふうに思います。で、大会の試合のこととかに関してはどうなんだろうな、こう、ぐちゃぐちゃ言うと、あれですね、もう30分過ぎてしまったからな。あんまりこうなんか長々見るのもしますよね。こんなん言ってもね。なんだろう。大会の、今週の試合、今週の動画のことはまた後で、今週の動画は、今週の動画のことを後でまた言うので、お伝えするので、その時にこう試合のこととかも少しちょっと絡めてお伝えしていけたらいいかなと思います。で、早速なんです。10時半超えたから、先にちょっともう酔っ払いすぎないうちにプレゼント企画。今これ私が着てるですね。これグアムの今回の大会の記念 T シャツになります。表面はこんな感じ。なんだろう、グアムバドミントンフェデレーション。今回なんかいろいろコラボであったみたいですね。で、そして背面がこんな感じ。見えるかな？こんな感じ。こっちで見せた方がいいですよね。前面がこれです。これは新品です。ですね。で、背面がこんな感じです。見えるかな？こういう感じですね。何気にドコモパシフィックってここ見えるかな？ドコモパシフィック。これドコモのオセアニアっていうかミクロネシア系の企業でドコモパシフィックです。
今回ここのeSIM 使って、eSIM じゃなかった SIM 使ってネット回線サクサク使いました。で、今自分がこれ着てる M サイズなんですけど、でこれ今買ったのも M サイズしかないと言われたから M サイズ買ってきました。で、これを、1着プレゼントになりますと。で M サイズ感が自分が身長170センチに対してこんな感じです。これ同じ M サイズです。M にしてはやっぱこう、あれですよね、海外ものだから少しゆったり系になってるので、多分 M と言いつつ、これ L 以上は L から LL でも案外いけるかなっていう感じがします。もちろん M まあ自分は通常 M サイズでちょっとぴったりかなって感じなんで、まあ、全然着れるかなって感じですけど、適当です。で、生地が多分よくあるバドミントン T シャツよりちょっとツルツルしてるのかな。着心地は悪くないです。全然いいと思います。で、これを今回1着、プレゼントということで、プレゼントの方法は、概要欄というか説明欄というかに、これ出ないけど、まあ、載っけてますので、そこからもしよかったらお申し込みしていってください。で、このチャンネル、まだ言って、今日でやっと555人になったんですけど、でいただいてありがたいんですけど、そんなに申し込みが毎回多くないので、だいたい1個あたりのプレゼントに10分の1ぐらいの確率で当たるパターンですね、毎回。なので、まあ、とりあえず申し込んでみるかぐらいのノリで申し込んだら案外当たると思います。案外当たると思うので、まあよかったらですね、まあ、この T シャツ、クアムの T シャツ、なかなか着ることもないと思うので、手に入れることもないと思うので、よかったらこちらお申し込みください。お願いします。待ってます。じゃあ、最後になりますけども、今週の動画ってことで、今週の動画です。今週の動画は、グアムで撮ってきた動画から、シングルスの決勝の動画をお届けしていきます。シングルスの決勝は、まあ、さっきからちらちらちょっと言ってた、今回の大会主催している、ルイ・ワンっていう中国系の彼との、グアムナンバー2の彼とのシングルスの試合になります。さっきも言った通り、やっぱね、自分がなかなか慣れない体育館の中での試合だったところが1個やっぱポイントだったんですよね。ポイントでした。で、そして、日本の方々は結構言ってたんですけど、コートが微妙にずれてると。コートマット引いてるのはすごい良かったんです。コートマット良かったんですけど、コートマットのメンテナンスがなんかね、微妙にできてないのかな。こうピタッとこうコートマットでこうやってなんか合わせたりに微妙にこう空いてたりするんですよ。なんで多分通常のコートより少しこう広がってるっていう状態のコートやったりとか、なんかふにゃってこうマットなんでふにゃってこうなってたりする場所があったりとか、いやなかなか面白いコートやったんですね。そしてコートにここがコートのギリギリの線だったら、ここから壁がここぐらいとかですね。そうでギリギリなところだったりとか。で、さっき言った天井高が低すぎるとか。そんな中での試合ってころで、高い球がとにかく使えない。球が浅くなる。この辺がね、なかなか修正が効かなくって、同じパターンを同じようにやられていって、なんとかならんやったんかなって今だったら思うんですけどね。なんか同じパターンです。自分がなんかフォアからクロスに打った球を相手がバックからヘアピンをストレートにいいの打って、バックの前は自分がタッチがむちゃくちゃ遅いから、それをロブ打つしかないっていう場面ばっかりなんですよ。で、ロブ打つけど、ロブが高いのを打ったら全部天井にバコンって当たるから、ロブが低くて、低めの長めを出さなきゃいけない。こう、ネットからこうネットがあったら、こう来るロブ、ヘアピンに対して、低めのネットがあるんですけど、こうやってネットがあって、こっからこう、本当は高くしか打てないんですよ。こんだけネットが邪魔して、こっからロブ打つってだったら。で、これを低めの長めに打つっていうことしか対応できないっていう。まあ、あとクロスヘアピン打つかぐらいの。で、それを何回もヘアピン、ロブスマッシュ終わるみたいなパターンばっかりでやられて、本当に頭悪いなとかって思ってた試合から、
最後に、あ、そっか、こうしたらよかったんだって、今頃になって気づくんだなっていう、一番最後の最後の最後で気づいて、それをちょっと実践して、流れが変わって勝ちましたっていう、そんな試合になります。本当、前もちょっとお伝えしたSJ リーガーから試合の動画見てもらって、めっちゃ辛辣なコメントいただいたって言ったけど、これ多分また見てもらえたら相当辛辣なコメントばっかり来るんだろうなとかでちょっと怖かったりするぐらい、なんか本当同じことでやられてばっかりで、何の頭もねえなっていうようなシングルスになってたんですけど、でも、これも聞いてと思って反省と思って出しますので、よかったらですね、見てもらえたらありがたいし、で今回の動画、ゲームの動画のできるだけノーカットで出していきたいです。ノーカットで出していって、伝えたいのはその海外のローカルの大会の雰囲気感。楽しいです。すごい楽しい。なんか、さっき言ったストリートファイター感ですね。ストリートファイター感がとにかく楽しい。で、そんなんが、キャーキャーワーワー言ってる感じとかも、ちょっともう見てもらえたらいいなと思うので、今回ちょっとノーカットで、撮ります。ちょっとだけ動画は長くなるんですけど、ちょいちょいこうね、はしょりながら見てもらえたらいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、大体いつも30分から40分ぐらい、やってるバドミントン40代シニアのライブ配信、今週も一応これで終わりになります。で、お試しに始めてみようって思って、お試しでとりあえず今日で4回目になりました。で、これじゃあこれからどうするのかと思ったら、やってみますと。やってみます。どこまでやっていくかわかんないんですけど、最低限収益化になるまでは続けていきたい。登録者数1000人超えるところと、あと再生時間が4000時間ですね。を超えるところまでは見ていきたい、続けていきたいかなと思うし。多分この自分の長所っていうのは、そうやって続けていくこと継続していくことですね。ハマったものに関してはもうしっかり継続していくことが多分自分の長所になると思うので、やっていきたいと思います。北海道の土井さん。北海道の土井さん、お疲れ様でした。前、コメントいただいてた方ですよね。覚えてます。一緒の名前でとか、なんかそういう感じですよね。ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。なんか今回そしてそうなんですよ。ライブのちょっとスケジュールがなんかいろいろ変わっちゃって申し訳ないです。ライブは最初10時、今日指摘されて初めて気づいた10時半になってたんですよね。で、それが10時に今日変更して、で、スマホからライブ配信の設定していったら、スマホからのライブの設定になってたので、それでまた急遽10分前にライブの配信の形を変えていったっていう感じになってきます。ちょっとまだ不慣れなところもありながら、今日はこんな、こんなやつも出してみました。で、少しずつライブの方も形を整えていきながらですね、こうやって酒飲みながら話をしていきつつ、でちょいちょいそうやってコメントいただけると、ね、そういうのも返していきたいところもあるので、ぜひぜひコメント、いいねなどなどやっていただけたら嬉しいなと思ってますんで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、明日から、夏休み今日までなんで、明日からまた頑張って活動していきたいと思いますので、ぜひこれからもバドミントン40代シニアの動画、ご視聴いただけたら嬉しいです。また、今日いる方は多分ほとんどの方登録してると思うんですけど、コメントとかいいねとかですね、他の方にもこういう動画あるんだよというのも紹介していただけたら幸いですということで、はい、今日の動画は締めていきたいと思います。じゃあ、また週末、バドミントンの練習ある方、バドミントン大会がある方、お互い頑張っていきましょう。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。